六本木にあるの中国名菜宋オーナーシェフ宋世淳です。どうぞよろしくお願いします。今回は酸辣湯麺をご紹介いたします。じゃあ今からしましょう。最初お野菜切りますね。じゃあ人参ね、人参を切ります。いるだけですよね。人参もし家庭は今回はね、家庭の作りやすいのを作り方を教えます。人参もしないの場合だったらばなしでも全然構わないから。今日は使うのをスナックエンドウですね。これを豆取って細切りして、これ豆をそのまま使ってもいいしね。そしたらもったいないからそのままを使いましょう。次は白いキクラゲね。もし家庭は白いキクラゲ持ってないならば、わざわざ買ってらも意味ないから、例えばキノコでもいいしね。今季節のものを野菜入れても全然構わないから、ただ水出ないのもの一番いいキクラゲも入れますね。これを乾燥のものを一回戻したものですね。私のお店はよく使います。例えばしいたけ、生のしいたけ使ってもいいし、あと例えば色ならばわかめとか、これは近親菜ですよね。中国の野菜です。乾燥の野菜、それをせいて1でも全然構わないからやりやすいし。その野菜はスーパーとかで売ってるんですか？スーパーはありますよ。スーパーで少しずつね、みんな少しずつを食材入れるが楽しい。たけのこたくさんじゃなくてちょっとだけ、やっぱり食感ですよね。食感をシャキシャキのを楽しい。あとお肉ですね。今回を豚のバラ肉を、その代わりを例えば鶏の肉でも全然構わないから、鶏の胸でもいいし鶏のももでもいいし、ただ鶏の胸であればちょっとパサパサなるから、でも細切りにするとおじがねうまくやればそんなパサパサならないから。だからただ1人前を50g ぐらいなもう十分ですよ。これは以上。あとはこれですね。生姜をちょっと味出るように薄くにして、あとネギですね。ネギを2つたらば、これを味出るようにこれにして、苦手な方をパクチーなしでも全然構わないから。一応中国料理の酸辣湯麺の方を大体みんな必ずパクチー入れます。飾りしても手縮んでもいいし、本当みじん切りした方は一番丁寧ですよね。さっきお肉切ったから、じゃあ板を一回きれいにして一回を切りますね。これは中国料理を生と火取るものをすごい気使ってるから、もうちゃんときれいにして、それをパクチーを生の状態で召し上がりますから。はい、これパクチーね。じゃあ、これからを作ります。これはお水をだいたい1リッターぐらいですね。これを豚肉ですよね。豚肉を入れます。これを豚肉を煮込んで、そのままをこのスープを私を欲しいです。だから下味付けないから。よく中国料理を塩コショウ紹興酒水片栗粉入れると、茹でる軽く茹でると食感柔らかくジューシーでないと、それはある。ただスープを取らないといけないし、お肉を下味付けないでそのまま茹でるのお肉の出汁を使って、その代わりをお肉の食感を楽しみ。すごいちょっと固めです。香りあるですね。それでスープを出汁を取るですね。これをアク出てくるですね。アク出てきて、それをうまく取れば生姜ネギを入れますね。はい、これをアク出てれば、あんまりね取ってればもう出てこないですよ。それから紹興酒、だいたい大さじ1な。醤油をじゃあ大さじ1、2、じゃあ大さじ4ぐらいの紹興酒、醤油ですね。
まあ色見てればこの味はまあ十分と思うですよね。調味料入れてまだアク出てくるじゃないですか。もう一回をアクに取ってこれをもう OK ですね。それから例えば生姜をみんな生姜やがる、まあ生姜取りましょう。香りもう出たから薄いからね。ネギもとてもいいし入れても全然構わない家庭だからね。まあ今回を以上これ取ります。もう味も出たからまあ取ります。胡椒ですね。胡椒ねどんぐらい入れるか見てくださいね。まあ一口胡椒入った。まあ足りない。じゃあもう一回。これを2口は分かるからこれも十分。一口は何？二口は胡椒辛い。3口になったら熱くなる。だいたいこのベースで。言い換えたらば辛いたらまあ入れすぎ。もう次はもう食べられない食えないからね。水と片栗粉とろみつけますね。入れます。入れてれば火もう止めます。卵入れますね。それ火も一回上げてまだ弱火で、ね、卵入れる時はゆっくりにしてたくさんじゃなくてほんとちょっとだけそれも十分です。まあぐちゃぐちゃしないように余熱で卵固まる。それから黒酢、中国の黒酢ですね。これぐらい黒酢ね。じゃあ入れます。最後をごま油入れます。香りね、ごま油入れます。それをスープタレもう出来上がり。すごい簡単ですよね。遊びみたいな。丼を入れます。ね。見てもうとろみもあるじゃないですか。なんでさっき野菜いっぱい用意したのになんで入れないか。それ入れると味ぐちゃぐちゃになるからおそば茹でる時を一発を入れる。硬さ違うからね、硬さ違うからそれ入れる順番違うから。これ最初は人参高いでしょ。人参硬いから人参入れますね。はい。人参ちょっと茹でて次はたけのこ。はい。あとおそばですね。まあ簡単に入れる。まあこれはい、もう出来上がりです。おお、美味しそう。たくさん具入ってるね。これを最後香菜を縮んで、これを盛り付けます。これを一緒テーブルを出して召し上がりください。カエン菜です。じゃあ早速いただきます。どうぞ。いただきます。孫さんが言ってたように食材の選び方もによってすごい食感がたくさんの食感を楽しみですね。それぞれ違うので楽しめますね。でも調味料とかもそんなにいっぱい使ってないのでこんなに味がしっかり出るもんなんですね。やっぱりスープが鶏ガラのスープとか一切使ってないのでこんなに味が出るもんなんですね。うまみがあるですね。やっぱ肉のだし、通ってるから。家庭の作りやすいのベース考えてますから。だから鶏ガラスープなしで、肉そのままを肉のだしを取ってうまみ取ってそのまま使ってやりやすいように味も美味しい、そういうのやり方ですね。なかなか普段ご紹介いただかない特別な形で料理ご紹介いただいてどうもありがとうございました。いいえ、ありがとうございます。ごちそうさまでした。またよろしくお願いします。